こんにちは、ギタリストの鈴木健二です。今日ご紹介するのはデンマークの T-Rex エフェクツから出たファズトピアというペダルです。ファズとディストーションが一台になったハイブリッドタイプのペダルなんですよ。最近歪みペダルを2つ重ねるスタックという使い方がちょっと話題になってますけど、これ1台でねそれができちゃうペダルなんですよね。僕自身きめ細かい歪み、あとアンプライクな歪みを好んで使うことが多いので、ファズを使う機会って正直それほど多くなかったんですよ。でもこれ今回実際結構じっくり触ってみて結構面白いなと思いました。しかもディストーション側もちゃんと使えるし、組み合わせるとまた違う独自の音にもなると。多分これでしか出せない音ってあるんじゃないかなと思いました。今回はそのあたりじっくり見ていこうかなと思います。じゃあまず本体をざっと見ていきましょう。 T-Rex エフェクツはデンマークのブランドで、本国でハンドメイドされているんですよね。上段がファズ側でファズ、トーン、ブレンド、ボリューム。下段がディストーション側でディストーション、トーン、ブレンド、ボリュームの4ノブ構成です。それぞれファズとディストーションを担当しています。面白いのが背面なんですよ。ここにインディビジュアルとボースを切り替えるスイッチがついていて、インディビジュアルにすると2つのフットスイッチが完全に独立して動く。ボースにするとどっちのフットスイッチを踏んでも同時にオンになるんです。このペダルの肝はファズ側にもディストーション側にもブレンドノブがついていることだと思うんですよね。これがあるおかげでエフェクトの音とクリーン音のバランスを自由に作れる。これ後で詳しく見ていきます。じゃあまずファズ単体から見ていきましょう。最初はファズノブから。これがゲインの量、歪み量を決めるノブですね。今から同じようなフレーズでいくつかのポジションで弾いてみますので、音の変化を聞いてみてください。結構幅広いですよね。最初だと結構クランチというか、クリーンに近いクランチで、最大まで上げるとしっかりファズらしいちょっと壊れた歪みっていうかね、なりますね。これ結構楽しいですね。次はトーン、ファズ真ん中ぐらいにしてトーンをいじってみます。これは名前の通りトーンなんですけど、音の変化をちょっと聞いてみてください。
トーンは今聞いてもらった感じで、これもやっぱなかなか聞きがえぐいというか、綺麗なトーンコントロールとはまた一つ違う感じですよね。そして次ブレンドです。これはクリーン信号とファズの音をミックスするノブですね。左に回すほどクリーンが混ざって、右に回すとファズがフルになります。このように、ダイレクト音がブレンドされていきます。あとこれボリュームはまあ出力レベルですね。ファズって面白いのがギター側のボリュームの使い方なんですよ。ファズをかけた状態でギターのボリュームを絞ると、これがすごくね独特なクリーントーンになるんですね。ちょっと聞いてみてください。まずこれフルですね。フル。今ボリューム3ぐらい。これって完全なバイパスのクリーンとは全然違いますよね。ちょっと比較してみますね。まずじゃあバイパスしたアンプ直のクリーン。でファズをオンにしてボリュームを3ぐらいにした。バイパスでこの丸みとツヤ、やっぱバイパスのクリーンには出せないテイストなんですよね。これはやっぱこのファズを通してるからこそ出せるクリーンというか、これだけでもこのペダル踏みっぱなしで使う価値があるなって思いました。これは使うアンプによっても違ってくるし、ギターによっても違ってくるし、ただやっぱりこのファズを踏んだ上でのボリュームを絞るっていうのはやっぱ独特の音色ですね。あとこれもやっぱ触ってみてのなかなか面白い発見だったんですけど、これファズってぐしゃって歪むイメージありますよね。まあぐしゃっと歪むんですけど、なんていうかピッキングのニュアンスとか出にくいのかなって思ってたんですけど、でも実際弾いてみるとこれはこれでやっぱ魅力があるんですよね。モダンな歪みみたいにこのピッキングのタッチでのこう粒立ちのニュアンスみたいなとはちょっと違うんですけど、なんかねこう電気的に音が変わっていくっていうか、これ面白いですね。弾いていてなんか電気に変化が起きてるっていうか、ちょっとうまく言えないんだけど、そういうね強く弾いた時と弱く弾いた時の時で音色そのもののなんか表情が変わるんですよね。ちょっとゲイン高めで弾いてみますね。
次は、ディストーション側見ていきましょう。とこの時点で随分違うんですけども、まずじゃあディストーションノブから、ゲイン量ですね。結構なローゲインから割とハイゲインまで幅広くカバーしてます。これもやっぱ似たようなフレーズね、弾いてみます。結構なローゲインから割とハイゲインまでいきますよね。これ例えば今センターピックアップでほとんど弾いてましたけど、これリアのハンバッカーにすると。いわゆるディストーション的な音になりますね。次にトーン。これがワンノムなんですけども、結構有機的に変わるんですよね。はい、これトーンは比較的ファズ側に比べると自然な聞きをしましたね。なんですが、この振り切った時のこのこの辺はえぐくなっていくのが特徴的ですよね。同じようにブレンドは生音をブレンドすることができます。これで完全にドライ音のみ。ちょっとだけ生音混ぜて、こんなフレーズにも合いそうですね。あとボリュームは普通にボリュームです。はい、じゃあ最後にこれがこのペダルの一番の特徴ですね。両方同時にオンにするっていう。順番は、ファズからディストーションへのシリアル接続ですね。最近歪むペダルのスタックを2つ重ねてかけるスタックがちょっと話題になってますけども、これ1台で完結するんですよ。しかもファズとディストーションっていうね、ちょっといくつかの組み合わせで弾いてみます。
という感じなんですよ。これはなかなか面白いですね。シューゲイツとかゴーン系の音作りももちろんバッチリだと思いますし、最初の方に弾いたハイゲインなんだけど、いわゆるモダンなメタル系ではないけどハイゲインみたいな、そういうなんか独特の感じっていうのがいいですよね。なんか混ぜちゃったらこうなっちゃったみたいな。あとね、この混ぜてるやつだとオープニングの曲の一瞬でこのハーモニクスでこういう音を出してるんですよ。こういう音を出してるんですが、これもやっぱりこういう系じゃなくて、こうしてなんかちょっとおかしくなっちゃったみたいなね、音をね、オープニングの曲で一瞬弾いてますので、ちょっとそこを聞いてみてください。はい、というわけで T-Rex のファズトピア見てきました。いかがでしたでしょうか。このペダルね、普段こうモダンな歪み中心でファズには興味があったけど踏み込めなかったっていう人にこそぜひ試してほしいなと思います。ファズが好きな方にはもちろん楽しんでもらえると思いますし、ファズの世界をねやっぱいい形で体験できるし、ディストーション側も癖なく使えるっていうね。で組み合わせれば独自の音作りもできると。あとペダルボードの場所を取らずにこれ1台でかなりの場面をカバーできると思いますって言っといて思ったんですけど、結構使う場面は限られるかもしれないですけどね、やっぱ独特の音が出ますよね。あとシンプルにね、歪んだアンプにブースターとして置いてもなかなかユニークな感じで使えました。この辺はねぜひ試してみてください。用途の幅は結構広いですよね、なんだかんだ言って。このファズトピア、日本での取り扱いは株式会社エレクトリさんです。価格やバリエーションなんかも含め、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方チェックしてみてください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではギター機材の使い方を中心に分かりやすく正しく伝えられるよう動画を作っています。参考になったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また僕のオンラインサロンすずラボではオリジナルのキャプチャーデータや機材の深掘りなど普通の YouTube では出しきれない内容もやっていますので、興味のある方は概要欄からぜひチェックしてみてください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。